あなたは誰かに大切なものを奪われたことはありますか？ 1992 年、千葉県市川市。15歳の少女が母親と買い物を終え自宅へ帰ってきました。玄関を開けて中に入ると彼女たちを出迎えたのはなんと刃物を持った男。男は2人にうつ伏せになるように脅し、そのまま母を殺害。男はすでに少女の祖母も殺害しており、この後に帰宅してきた父親も幼い妹も次々と無残に殺していくんです。一瞬にして家族全員を奪われ呆然とする少女。少女は恐怖に震えていました。しかしそれは自分も殺されるかもしれないという恐怖だけではなかったんです。実は少女とこの男は以前に一度会っていたんです。一夜にして4人の命が奪われた痛ましい殺人事件。犯人の男と被害者の少女は一体どんなつながりがあったのか。残酷すぎる事件の背景には大きな勘違いがあったんです。おさす、みんないつもお仕事お疲れ様。ケンちゃんです。闇といえば私、闇闇子です。本日皆様にご紹介するのは日本で起きてしまった一家4人殺人事件についてなんです。15歳の少女の目の前で起きてしまった残酷すぎる殺人事件。本当にね、もう想像できないですよね。目の前で大好きな家族が全員殺されちゃうわけでしょ。想像絶するわよ、本当に。僕はね、事件の内容もさることながら、事件後のね、犯人のね、言動についてもね、法律ってなんだろうってね、そう考えさせられた事件のこれです。そんなやばいんだ。やばいっていうか、最初から最後までね、胸くそ悪いですよ。本当に。というわけでね、早速この事件ね、起こってしまった経緯をね、見ていきたいと思います。コンビニに行っただけなの。遡ること29年ほど前の1992年2月12日、千葉県市川市。深夜に自転車でコンビニに向かう一人の少女がいました。彼女は県立高校に通う香取玲奈。深夜まで勉強に励んでいた玲奈はシャーペンの芯がなくなってしまい、近所のコンビニに買いに行っていたんです。無事に買い物を終え帰宅しようとする玲奈。すると突然背後から車がぶつかってきました。幸い玲奈はかすり傷で済んだんですが、車を運転していた若い男の勧めによって一緒に病院へ行くことに。診察を終えた玲奈に男は優しくこう言います。病院から自宅までも車で送っていくよ。親切な対応に安心した玲奈は勧められるままに男の車に乗っていました。その途端男の態度が急変。路肩に車を止めると男はナイフを出し、玲奈の左頬と左手を切りつけます。そして玲奈を自宅に連れ帰った男は玲奈に暴行。そう、当初から男の目的は玲奈を襲うことだったんです。最低だな。この卑劣な男の名前は関照彦19歳。暴行の後、関は玲奈の現金を奪い、生徒手帳から玲奈の名前と連絡先を控えました。マジ最低。レーナは無事なの？これ大丈夫？実はね、この後関が外出中に隙を見て玲奈は逃走をね図ったんですよ。それにしても優しいふりしてこんなことするなんて信じらんない。いやもうね、本当にね怖いんですけど、実はですね、関はね、玲奈をね、初めからターゲットに定めてわざとね事故をね起こしてたんですよ。全部計算済みだったんです。次の日の夜、関は弱々しく怯えていました。すいません。玲奈を襲った暴力的で威圧的だった姿はどこにもありません。なぜなら関はある人たちに脅されている真っ只中だったから。関を脅している人たちはなんと暴力団。関は以前市内の店で働いていたホステスを自宅に監禁し暴行を働いたことがあったんです。ホステスたちがそのことを店に報告したことで事態が発覚。店とつながりのあった暴力団が関に落とし前として200万円を要求していたんです。しかし200万円なんて大金をすぐに用意することはできません。結局その日は家に返してもらったんですが、取り立てを恐れて自宅にも帰れず車中泊を繰り返すことに。途方に暮れた関はふと玲奈のことを思い出しました。手元には生徒手帳から書き写した玲奈の個人情報があります。そして関は考えてしまったんです。そうだ、彼女の家ならば金があるかもしれない。しょっぱなから拉致、暴行、監禁、もうやばい話だらけじゃない、この人。そうなんですよ。もう19歳でね、この犯罪歴ですから、関がね、もう相当やばいやつだってことが分かりますよね。さてね、玲奈の家から金を盗むことを企てた関なんですが、なぜそこから一家4人を殺害しなければね、ならなくなってしまったのか、早速見ていきたいと思います。悲劇の一夜。関は早速玲奈の自宅に出向き、数日かけて下見を行いました。家にも何度か電話をかけ、午後は留守もしくは玲奈の祖母が一人で在宅しているという生活パターンをつかむんです。そして関が玲奈に出会ってから3週間後の3月5日、ついに関は計画を実行。時刻は夕方の4時半。家には玲奈の祖母が一人でいる時間帯です。関は家のインターホンを鳴らすんですが応答はなし。留守かと思いドアに手をかけると鍵は開いていました。関は静かに中に忍び込むんです。室内はテレビがついたままで玲奈の祖母は寝ていました。関は
は気づかれないように慎重に部屋を物色するんですが、一向に金目のものは見つかりません。苛立った関は祖母を蹴って起こしました。おい、今すぐ通帳と現金を出せ。高齢の女性なら少し脅せばすぐに金のありかを白状すると思ったんです。しかしレナの祖母の行動は予想外のものでした。これをあげるからこれを持ってお帰り。寝ているところを突然起こされて驚きながらも、レナの祖母は財布から8万円を渡し、これで帰るように関を説得したんです。しかし大金を出す意思がないことを察した関は苛立ちます。関は祖母に掴みかかって脅すんですが、それでも祖母は応じませんでした。関はね、ここで一旦トイレに向かうんですが、戻ってきたらね、祖母が警察にね、電話をして通報しようとしているところをね、目撃してしまうんです。警察への通報を恐れた関はとっさにそばにあった電気コードを抜き去り、祖母の首を締め上げて殺害。そして遺体を布団の上に寝かせ、寝ているように見せかけたんです。その後も金品のありかは見つからず、仕方なく関はキッチンから包丁を出し、他の人の帰宅を待つことに。そこに帰ってきたのがレナと母親でした。二人は一瞬驚くんですが、ここでさらに関に予想外のことが起こるんです。どうしてここにいるの？なんとレナの母親が包丁を持った関にひるむこともなく詰め寄ってきたんです。この母親は頭がいい。放っておけば隙を見て警察に突き出されるだろう。毅然とした態度の母に不安を覚えた関は母の殺害を決意。関は二人が抵抗できないよううつ伏せになるように指示をして、うつ伏せになった母の背中に5回も包丁を突き立てたんです。母親の殺害に成功した関は目の前で母を殺され呆然とするレナに非常な命令をします。おい、母親の遺体を片付けて床の血を掃除しろ。いやもう誰も帰ってこないで、本当にもう他の家族の人に教えてあげなく、誰かが教えてあげないとって思っちゃうわ今。でもですね、家族のね、皆さん帰ってきてしまうんです。続いて帰宅したのは4歳の幼い妹。妹はおぼさんに連れられて帰宅したんですが、関に脅されたレナが玄関を開けて妹を家に入れました。さすがの関も幼い子供には手出しはせず、3人は揃って夕食をとります。食後、関は妹を祖母の遺体がある部屋へ閉じ込め、テレビを見せました。首を絞められ、すでに息絶えた祖母だったんですが、妹は祖母が寝ていると思い、隣で静かに過ごします。レナと二人きりになった関は、なんと再び少女に暴行。目の前で母を殺され、妹を人質に取られているレナは、関の言う通りにするしかありません。そんな中、最後の家族である父が帰宅してきます。関はレナの元を離れ、包丁を手に取って身を潜めます。ソファーに横たわるレナを見て、父親が寝てたのかと声をかけた瞬間、関は父親の背中に包丁を突き刺します。彼は暴力団の名前を名乗り、レナの父が取締役を務める出版社が書いた記事で迷惑をしていると言って200万円を請求。すでに家族を殺されていることを知らない父は、家族を守るために通帳や家にある現金をまとめて渡しました。通帳には関が望むね、200万円を優に超える金額が入っていたんですけど、関はね、さらに父のね、会社の通帳まで奪おうと企てたんです。関は通報を防ぐために父親も殺害。そしてレナを連れて父親の事務所に通帳を取りに行くことにしたんです。レナを事務所に向かわせ通帳を持ってこさせると、二人は家に戻らずホテルに移動。恐怖と悲しみの中にいるレナに拒否という選択肢はありませんでした。何度も暴行を繰り返す関に反抗する気力はもはや少しも残っていませんでした。翌朝、少女の自宅に戻った二人。すると関は部屋から泣き声が聞こえることに気づきます。泣いているのは祖母の部屋に閉じ込めていた4歳の妹。早朝から大きな声で泣く妹の姿に近隣住民が不審に思うのではないかと思った関は妹に包丁を突き立て、さらに首を絞めて殺害。これでね、レナ以外の家族が全員関の手によって殺されてしまったんです。するとなんとですね、関に対してレナが大声を出すんです。どうして妹まで刺したの？それは少女の初めての反抗的な言葉でした。家族を次々に殺されても、屈辱的な行為を何度させられても、最後に残った妹を守るため、レナはずっと耐えてきたんです。それなのに、そんなレナの目の前で、関は妹を殺害。しかし、全てを奪われたレナの怒りの叫びは、関の心には全く響いていませんでした。うるせえ！お前も調子に乗ってんじゃねえぞ！反抗されて逆上した関は持っていた包丁でレナに切りかかりました。聞いてるだけで本当辛いわよこれ。躊躇なく守りに入るとこからやっぱ本当に家族のこと大好きだったんだね、いい家族だったんだなってすっごい今になってわかる。まあやっぱ本当にね、許す許さないって次元超えてますよね、これ。その後レナはどうなったのかっていうのはやっぱ気になる点ではあるけど、実はですね、この後ね、意外な人物から電話がかかってくるんです。未成年の特権。家族全員の遺体が残る自宅で呆然とするレナと関。するとそこに一本の電話がかかってきました。かけてきたのは父親の会社の従業員。実は深夜に通帳を取りに来たレナの様子に異変を感じていたんです。その時点で一度警察に通報はしていたんですが、関とレナはその頃ホテル。警察が自宅を訪れた時には応答がなかったため、そのままになってしまっていたんです。しかしレナはこの日の朝も父親の会社に電話をして金を要求してきました。香取さんの家で何かが起こっているに違いない。普通ならありえない状況に従業員
員は折り返し電話をかけたんです。電話に出たレナは挨拶をしきり何も言いません。従業員は席にバレないようにそっと問いかけました。脅している奴が部屋にいるのか。レナは必死に冷静を装い席にバレないようにうなずきました。こうして従業員が2度目の通報を行い、警察がレナの自宅に突入。逃げようとした関でしたがすぐに確保され、レナは保護されました。4人の尊い命を奪ってしまった関。しかし彼はこの後もなぜか余裕の表情を浮かべるんです。逮捕された関は面会に来た母にある差し入れをリクエストしていました。それは高校時代の教科書や辞書類。なんと関は自分の未来のために勉強する意欲を見せていたんです。実は関は逮捕されても自分はすぐに出所できると高をくくっていました。そして自分は絶対に死刑にはならないと思っていたんです。それは一体なぜなのか。関はこう考えていたんです。自分はまだ未成年だから少年法によって守られている。だから大した罪にはならないだろう。しかし関に言い渡された判決は死刑。そうよ、当たり前よこんなの。少年法だからって言ってさ、刑が軽くなる印象はあるんだけど、だからって言って何でもありってわけじゃないからね。いや、そうなんですよ。ヤミコさんおっしゃる通りですね。少年法によって守られてるから死刑にならないというわけじゃないんですよ。これね、結構勘違いしてる人多いんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、少年法について。少年法の少年とは20歳に満たない者を指し、大人と同じように処罰するために刑事処分を下すのではなく、保護更生のために年齢を考慮して減刑などの配慮を行うもの。少年法は確かに成人よりも刑が軽くなることが多く、実際に死刑を科してはならないとされている年齢もあります。しかし今回の事件のように犯人が18歳以上である場合には死刑、無期懲役は減刑されないようになっているんです。これも特定の年齢に対する死刑にはならないっていうのを誤って解釈して、自分は未成年だから死刑にならないって拡大解釈しちゃってたわけね。そういうことですね。今年の5月、少年法の改正案が成立。来年の4月からは18歳、19歳の少年は特定少年と位置づけられ、成人と同じく刑事事件として罰せられるようになりました。選挙も18歳になってからだしさ、18、19あたりが本当に善悪の判断がつくっても言い切れる年齢なのかもしれない。そうですね。てかなんならもう別に中学生からさ、判断つきますけどね、これやっちゃいけないよ、いいよっていう。だから少年法はね、これね、個人差あるんですけど、僕はね、まだまだね、甘いと思います。全然もう善悪なんて18、19とか15とか13、4とかでも全然俺ね、つくと思うんですよ、善悪は。本当になんかまだまだね、司法制度含めてね、改善の余地はね、あると思うんですけれども、というわけでですね、なんでこんなことになってしまったのかっていう、アルゴメトリーあるあるって言ったらちょっとね、軽くなっちゃうんであれなんですけど、やっぱ関に関してはですね、幼少期にね、やっぱ問題がね、あったんです。人格が破綻しちゃうような出来事とかがあったってことね。世の中金が全て。関は1973年、両親と弟の4人家族の長男に生まれました。母方の祖父はうなぎの加工販売業をしており、職人気質で努力家。父親も結婚してからはその会社で一緒に働いていたんですが、関の父親は関の祖父とは真逆のタイプでした。関の父親はせっかく店を任せてもらえたにもかかわらず、仕事よりもギャンブルや酒、女を優先する毎日。自堕落な生活はどんどんエスカレートし、家庭内では妻へ暴力を振るい、子供たちにまで虐待を繰り返していたんです。こんな家庭環境のため、家での居場所がどこにもなかった関。当時9歳の彼の唯一の心の拠り所は友人から勧められた聖書を読むこと。しかし父はそんな関の姿も気に入らず、こんなくだらないものを読みやがってと聖書を破り捨てたんです。その時関の体の中で今までいない怒りと憎悪の気持ちが駆け巡りました。いつか父に復讐してやる。関はそう心に決めたんです。遊び好きの父はその資金を作るために借金を重ね、最終的に背負った借金の額は億単位。祖父から任されていた店には大きな損失が出てしまい、自宅には連日暴力団の苛烈な取り立てが来るようになったんです。そんな厳しい生活に耐えかねた母はついに関と弟を連れて夜逃げ。小さなアパートに移り住んだ3人の生活は貧しさを極めていました。さらに学校での関は貧乏を理由にいじめを受けるように。そんな環境の中で関の考えはさらにねじれていったんです。世の中は金が全てだ。貧乏を笑うようなやつからはいくら金を盗んでもいい。そうして彼は小学生の頃から置き引き、スリ、賽銭泥棒などの窃盗行為を繰り返すようになったんです。過酷な幼少期過ごしているからって言って、そのお金を盗んでいることに同情はできないわよ。そうですね。それを正当化するね、理由にはならないんです。そしてね、これ周りの環境も結構やっぱ大事なんですけれども、やっぱね、そういったね、席を正してくれるね、大人が周りにいなかったんですよ。だからどんどんエスカレートしていってしまったんです。中学生になった関は周囲よりも体格や腕力に恵まれ、いじめられることもなくなり、所属していた少年野球チームではエース投手兼4番打者として活躍していたんです。そんな関に目を
をつけたのは地元の不良グループ。関はグループの誘いでその仲間に入り、再び非行を繰り返すようになったんです。こうして荒れに荒れていく関だったんですが、そんな彼や家族を支援してくれた人物がいました。関の祖父です。関の父親によって莫大な損失を被っていた祖父は関一家と絶縁状態だったんですが、この頃には関係を回復。高校をすぐに中退してしまった関を自身の店で雇い、面倒を見てくれたんです。そんな祖父に対する関の気持ちは不信感。一番辛くて寂しい時に助けてくれなかった。どれほど今の祖父が関を支援したとしても、一番助けてほしかった小学生時代に絶縁状態だった祖父のことを関はもう尊敬も信用もできなくなってしまっていたんです。そして関は祖父の店からも売上金を盗むように。窃盗が祖父にバレないわけもなく、祖父は金を盗んだのではないかと関を問い詰めます。まさにその通りなんですが、関は自分が疑われたことに逆ギレ。就寝中の祖父の部屋に忍び込み、その頭を蹴り上げました。祖父はその衝撃で目に大怪我を負い失明。それとは別に関は煽り運転や交際相手の父への脅迫など、ありとあらゆる犯罪を繰り返していくんです。いや、怖えな。こうした日々の延長が忌まわしい事件へとつながっていったんです。これらのね、行動の背景にもね、少年法が自分を守ってくれるってね、間違った認識があったんです。法律うんぬんかんぬんの前にやっちゃいけないでしょって当たり前に、まあそうなんですよね。その判断ができてないってのはおかしいわよ。なんか法による罪っていう前に人間としてみたいなね、罪じゃなかったら何でも OK とかそういう話じゃないじゃないですか。まあこういったね事件を聞くとね、決まりを作る難しさっていうのはね、すごい考えさせられますよね。事件から2年後の1994年8月、ついに関に判決が言い渡されました。関に言い渡された判決は死刑。被害者への明確な殺意、自己中心的な動機などに加え、過去の判例などあらゆる要素を考慮した結果の判決でした。関の弁護士は判決を不服とするんですが、2001年に刑が確定。2017年12月19日、関が44歳の時に死刑が執行されました。被害者である香取玲奈は事件後母方の親戚に引き取られ、高校卒業後は夢だった美術系の大学へ進学。そして大学卒業後2004年に結婚し、最終的にはヨーロッパに移住。関によって地獄の時間を過ごし、全てを奪われた玲奈はその怒りと悲しみを抱えながらも前を向いて懸命に生きているんです。辛い経験から自己の境遇を恨み、身勝手な振る舞いで身を滅ぼした関。一方、突然全てを失い、怒りと傷を抱えながらも幸せを手に入れた玲奈。くしくも同じ10代に過酷な運命を背負うことになりながらも正反対の人生を歩んだこの2人。皆さんは彼らの差は一体何だったと思いますか？